はい、こんちゃん、ごえもんです。一生楽しめる趣味、ジオラマ作り。面白そうだし、ちょっとやってみたいなーって思ってるだけの人はいませんか？今回は初めての人が手軽に挑戦できるように、最低限これだけあれば作品が作れるよっていう道具、素材を紹介します。この動画を最後まで見たら、ジオラマ作りをどう楽しむかっていうのがわかるし、新しい趣味に目覚めるかもしれない。どうしてもやだ、絶対やりたくないっていう人以外は、今回の内容を参考に何か作ってみてください。ハマる人はとことんハマります。おうち時間を持て余してる人にもいいかもしれません。動画の構成はこんな感じです。ジオラマとは予算、道具、素材、実際やってみる、より楽しむためにです。それじゃあ本題に入っていきましょう。ジオラマとはウィキペディアによると、展示物とその周辺環境、背景を立体的に表現する方法で、博物館展示方法の一つである。だそうです。19世紀にフランスの画家が発明した投影装置をジオラマと名付けたのが始まりです。本来のジオラマがどんなものか具体的に説明すると、箱の中に展示物と風景画が入ってるんですね。で、箱には覗き穴がついてて、その穴からこう覗くと本当に風景が広がってるように見えるっていうものです。なんとなくイメージつきましたかね。ジオラマっていうカタカナ語は、その頃にフランスから入ってきたジオラマが変化してできた外来語なんですね。ジオラマの発祥がフランスってなんかちょっとおしゃれな感じしますね。このチャンネルではジオラマ作りに役立つ小ネタや実際の制作過程をまとめた動画を配信しています。チャンネルページの再生リストからこう分かれてるんで見やすくなってると思うので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。しました？予算は何を作るかでだいぶ変わっちゃうんで、今回はこれを作るのに必要な費用についてお話しします。ハサミとか接着剤とか一切持ってない状態からスタートしても、1000円あればできますね。全部100均で揃えた場合です。最初の一歩を踏み出す費用としては割安だと思いません？ハサミとかボンドって大抵の家にあると思うんで、実際には500円あればできるんじゃないかなと思います。のめり込むといろいろ欲しいものが出てくるんですけど、最初はそんなね、お金かけてやる必要はないと思いますね。道具と素材の説明です。まず道具は木工用ボンド、紙コップ、ハサミ、灰色マーカー、油性ペン、大抵の家にありますね。素材は主役になるもの、ベースになる板、土素材、草素材、割り箸です。この今言った道具と素材は概要欄に一覧あるんで、後で見直したい人はそちらを見てください。ちなみに草素材は100均で買えるものをまとめた動画があるんで、興味がある方はそっちも見てもらえるといいと思います。最初はもう身近にあるものでやればいいと思うんですよね。僕が最初に作ったのはこれで、写真立てがベースなんですけど、紙粘土とあと公園で拾った草とか土を乗せただけのものになります。一回やってみて面白いなと思ったら素材増やしていくといいですね。一個注意しなきゃいけないことがあって、素材集めが楽しすぎてそっちが目的にならないようにしましょう。度が過ぎるとね、こうなっちゃう。やりすぎですよね。今はちゃんと掃除しました。じゃあ実際作っていきましょう。このままでもいいけどちょっと補強します。じゃあ次にこの小麦粘土で地面を作っていこう。
はい、これで固まったら地面完成なんで、周りの土のところに草を乗せていきます。はい、これを細かく刻む。ちょっと指が疲れますね。そしたらここにお水少々、ボンド少々、ボンド少々、水とボンドの量は適当ですね。ボンドはどうせ乾いたら透明になるので、こういう箸で持てるぐらいの水っぽさがあればいいかなと思います。で、この地面のところに草を持っていく。この丸いお箸を電柱にします。ごめんなさい、絵の具使っちゃいました。まあ濡れれば何でもいいんですよ。はい、乾いたので電柱、これだけだとねちょっと寂しいんで電柱を刺そう。はい、乾きました。小麦粘土の収縮が激しすぎて意図せずすごいひびが入ったんですけど、まあいいでしょう。これ土台の部分を黒く塗ってたら本当に劣化したコンクリートって感じになってましたね。よし、じゃあ主役のカエルちゃんです。どうもこんにちは。おお、はい、お疲れ様でした。本当はもうちょっと手を入れたかったんですけど、初めての人向けってことで工程は最小限にしました。もし加えるんだったら、例えばここに針金で電線つけるとか、綿で砂ぼこり立てるとか、なんか看板つけるとか、いろいろできますね。このもの作るっていう工程自体が楽しいんですけど、この後もっと楽しめる方法というか考え方をお話ししておしまいにしたいと思います。今から言う2つをやればもっと楽しくなります。1つ目が自分が作ったことないものに挑戦し続けるっていうことです。自分の話になっちゃうんですけど、僕は何か作ろうってなった時に必ず初挑戦の何かを決めるんですね。実例を挙げるとしたら、川、滝、でっかい化石、爆発エフェクト、ヤシの木、木造建築、リアルな砂漠を作る、LED 照明を仕込むなどなどです。そうすると完成した時の達成感って結構大きいし、マンネリ化もしないですね。あと作れるものが増えていくとやりたいことがどんどん増えていきます。あともう一つが、こういうできたのを飾っとくだけじゃなくて SNS とかに上げると、同じ趣味の人と仲良くなれたりするんで、それもおすすめしたいですね。なんか頑張って作ったものにこういいねされるとなんかいいよ。とりあえず一遍作ってみて面白いなって思った人はどんどんね深みに落ちていけばいいと思います。はい、今回は、これでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録しました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。